神奈川県南西部にある人気観光スポット箱根。温泉、自然、芸術、神社とさまざまなスポットが勢ぞろいする箱根の1泊2日の観光プランをお届けします。おはようございます。おはようございます。箱根に来ました。イエイ。そして今ここにいるのは早雲山、早雲山じゃないかな。山、早雲かな。わかんないけど。大涌谷に行ってきます。イエイ。大涌谷初めてやねんけど。海何回目？私もね、2、3回目くらいじゃない？あ、そうなんや。そんなに行ったことない。ね、私ロープウェイで行くのは初めて。あ、そうなんや。あ、車はなんかめちゃくちゃ混むらしくて。そう、めっちゃ混むの。だからロープウェイで行った方がすごい数行ってるから行きやすいらしい。ロープウェイが楽しみ。早雲山駅は箱根登山ケーブルカーと箱根ロープウェイの乗り換え駅です。箱根湯本から大涌谷に訪れる際は箱根登山鉄道で強羅駅まで行き、そこからケーブルカーとロープウェイを乗り継いでいくことになります。紅葉の時こんな綺麗なの？富士山の時綺麗。うん、見えるかな今日。どうだろう。雲があるからな。駅舎の2階は空母箱根というスポットになっていて、ショップエリアや展望足湯エリア、ラウンジエリアの3つのエリアで構成されています。ショップエリアでは人気メーカーとコラボした限定お土産や雲をイメージした蒸しパンなどが販売されています。外にある展望足湯エリアでは景色を見ながら足湯に浸かることができる展望テラスがあります。なんか足湯最高やな。足湯で温まりながら箱根外輪山や強羅の自然豊かな景色をゆっくり堪能することができます。足湯で温まったところでロープウェイに乗り込みます。普通より少し大きめなロープウェイに乗って大涌谷駅まで向かいます。山の峰を越えると視界が一気に開けて迫力ある大涌谷が眼下に広がります。大涌谷を真上から見れるのがロープウェイの特権なので、全体図を見てみたいという方はぜひロープウェイがおすすめです。やっぱちょい寒だね。めっちゃ臭いな。臭い。硫黄の匂い。駅の目の前に大涌谷があります。あー、すごい。あ、すごい。これからロープウェイのわ、出場者、風。ロープウェイ以外の箱根海賊船など他の交通機関をご利用予定のお客様は、お時間に余裕を見て風が強い。ますようご案内を申し気温は大丈夫やけどさ、風が強くて寒いそうな。だね。所要時間はおよそちょい寒くらい。いや、ロープウェイから見た方が綺麗だ。そう、ロープウェイの方がやっぱいいな。まあでもこの下に火山があるっていうのを感じれるスポットですよね。そうやで。これ約な40万年前から続く火山活動で形成されたらしいよ。すごいわ。で、3000年前に起こった箱根火山最後の爆発によってできたらしい。これ大涌谷自然研究路
っていうのに引率で入場できて、なんか500円かなんかでちょっと普段行けないようなところも入れるみたいな。ただ事前予約制かな。大涌谷に来たら絶対食べたい名物を買いに行きます。おお、なんかすごいな。それがこちらの名物黒卵です。4個入り500円で売っていて、大涌谷にある数軒のお店で買うことができます。黒卵ちょっとまだ温かいです。おお、すごい。これ手につくん？手とかにはつかへん。つかな。これ食べるとあれなんやろ、寿命が7年伸びるって言われてるらしい。これ28年分28年ちなみにこれはなんか約80度の温泉地で1時間ほど卵を茹でたものらしくて、なんか専用ロープウェイで運ばれてくるみたいで、黒色何やと、この黒色硫黄だけじゃない、硫化鉄です。鉄分と硫化水素が反応して硫化鉄となって、それがこの黒色になってる。7年伸ばす。じゃあ伸ばします。あ、でもすごいペロ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 めくれるやん。違うよ、これ私の技術。出たゆで卵私剥くのうまいとか思ってるやつ。でもマジで私うまいと思う。指の腹を使うのが上手だ。塩吹っ飛びそう。塩かけて、いただきまはい。す。卵。でもね、ちょっと硫黄の風味がする。あ、するんや。でも卵だから卵だから。いやでもすると思う。なんか健康になれる気がする。もう今5年分ぐらい伸ばした。なんだこれ、ちなみに外には黒卵のオブジェもあるので、記念に撮るのがおすすめです。俺あんまりさ、富士山を見る機会がなくてさ、てか西日本にずっと住んでたから、だから今日めっちゃ楽しみにしてて。残念だね。本当はこの方向に富士山がドカーンって見えるらしい。あるはず。もう富士山見たかった。綺麗になってる富士山を見たい。昨日だったら見えたかもね。どうなんだろうね。まあでも明日芦ノ湖から見れるかもしれない。あ、下降りても見えるんだ。そう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 。風が強く少し寒いので、自然探求路入り口近くにあるユーランドというお店に入りました。美味しそうなグルメがたくさん売られています。私たちは湯の花まんじゅうを購入しました。ありがとうございます。半分に割られてる。すごいな。あったかい。うわ、おお。美味しそう。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいな。もう一個食べた。ガスタスやば。早雲山駅に戻り、次のスポットへ向かいます。ここが強羅駅やって。すっごい人。なになになに。ケーブルカーに乗るのに。あ、そうやわ。さっきの早雲山駅に行くためのケーブルカーに乗るための列。めっちゃ混んでる。うわ、なんかでもすごいいい雰囲気の駅やな。なるほど。
ということで本日のお昼ご飯は強羅駅近くのお店でいただきます。この田村銀カツ亭というお店はゆうともさんに紹介してもらいました。名物の豆腐カツ煮が美味しいらしいです。すぐ近くに別館があって、豆腐カツ煮定食か豆腐カツ御膳のみこちらでも食べられます。本店は行列だったので私たちは別館でいただきました。有名人もたくさん来ていて、とても人気なお店のようです。お店名物の豆腐カツ煮定食を注文しました。めっちゃ美味しそう。いただきます。そぼろだ、そぼろ。そぼろ？豆腐の中にそぼろ。あ、そうなの。熱い一回。うまい。めっちゃ美味しい。すごいわ、ほんま食べたことない。類似品がさ、なくない？ない。豆腐なんだけど満足感がある。そう。ほんとこのなんか出汁も美味しいな。てかこの七味がさ、なんか普通のいつも食べる七味じゃないのか、特別なんかな。なんか緑色の何かが入ってる。すごい美味しい七味、香りが豊かで。うまっ。箸が進む、ご飯が進む。強羅駅を後にし、彫刻の森美術館にやってきました。ここは自然と芸術の調和を目指して箱根に作られた日本初の野外美術館です。およそ7万メートルという広大な敷地に120点のアート作品が展示されています。すごいよ、人が。まあ並ぼう。事前チケット買っとくばよかった。これはやっちまったぜ。当日で行けます。いいね。なんか結構、視聴者さんからおすすめしてもらって、あ、そうなの。でその方もこう美術館俺らと同じでちょっと苦手系らしいねんけど、ここは結構楽しめたらしい。そんなとこまで言ってくれたんです。そう苦手なんですけどね。ここは楽しかったですよって言ってくれたから。じゃあ良さそうだね。そうそう。あそこか。おお。マップ見ようぜ、マップ。目玉焼きのベンチ行きたい。なんかあそこみたいだね。岐阜のさ、養老天明飯店地の。確かに。綺麗。めちゃくちゃ浅はかな感想。綺麗。ヨギボーみたい。硬い？柔らかすごいやん。かった。座ってみや。柔らかい。一般的な美術館とは違って屋外を歩き回ったり見ていてとても楽しい作品が多かったので、美術館にあまり行かない私たちでもめちゃめちゃ楽しむことができました。すごいね。あんなとこ。わお、ピカソ。エスプレッソ。全然違うけどな。字体もエスプレッソって感じじゃない。最後のソウだけやん。そうだけど。館内ではピカソ作品が順次公開されています。幸せを呼ぶシンフォニー彫刻という高さ18メートル、内径8メートルの塔。フランスの芸術家ガブリエル・ロワールの作品です。塔の中には一面ステンドグラスの世界が広がっています。光が差し込み輝く姿がとても幻想的でした。園内にはカフェやビュッフェレストランがあったり、
疲れた時に一休憩できる温泉足湯もありました。むしゃむしゃむしゃ。むしゃむしゃむしゃ。君の上で寝る女。君の上で寝る女。君っていうのもそのあれやろ。優の君やろ。それどうなん？どうやった？確かに面白かった。面白かったな。芸術に関してはわからないけど、なんだろう、素人でも直感的に楽しめる面白い展示がいっぱいあって。そうよな。どう？視聴者さんに美術館が苦手でも楽しめますって言ってたけど、そう思う。そう思う。ちょっと体も動かして疲れたし。そうよな。体験型というかさ、そうそうなんかそんな感じもあるから、つい写真撮れるし面白いよな。じゃあ次のスポット行きますか。美術館から車で10分ほど移動し、ニコライバーグマン箱根ガーデンズという施設にやってきました。デンマーク出身のフラワーアーティストニコライバーグマンが8年の構想を終えて2022年4月にオープンした庭園です。庭園に行く前にまずはガーデン内にある飲む箱根というカフェに行きます。箱根近郊の食材を使ったデンマーク料理が楽しめるカフェです。テイクアウトをすれば園内でもいただけるようなのでテイクアウトをしてみます。なんかこれめっちゃ素敵やな。かわいい。最高。うわ、なんかすごいいい感じやでユミ。本当。わーい。今日のカフェタイムは自然の中で。そうやで。ピクニック気分やな。このカゴから出すのちょっと夢だったんだよね。このバスケットから出すの。バスケットから出すのよ。パンプキンケーキ。ハロウィンっぽいね。まあでも今ちょっとハロウィン終わっちゃったところやからちょうどクリスマス仕様に衣替えをしているらしいよ、庭も。中にね、くるみかな。美味しい。上のね、クリームがレモンクリームっぽくてすごい美味しい。うまい。うまいね。何これ。そんな衝撃受けるレベル。そう言ってた、上のレモンクリーム美味しいやんか。で生地ももちっとしてる。そうだね。パサじゃないんだ。なんか生地自体もすごい味がついてて美味しいの。パンプキン。ニコライさん頑張ってるかな今。いや、どこで頑張ってんだろうね。すごくないの？これ一人で耕したんでしょ。耕したわけじゃないけど、でもこのガーデンを作るのに約8年の歳月をかけて構想を練ったらしいで。でもオープンした2022年4月や。結構最近やね。言わないもんこんなの。そうだしさ、人もさ少なくない、来てる人たち。やっぱり今までちょっと何個か回ってきたけどさ、結構な人をやったやんか。だから普通に嬉しいよな。この自然の中でくつろげるのいい。しかもさ BGM も何もないからさ。BGM ないのいいよな。BGM というか、いや違うよ。そう、この風で揺れる木々たちの会話。会話。結構あれやね、足元が思ったよりも悪いな。そりゃ山だからね。だからちょっとヒールは大変かもしれないな。そうだね。でも分かる。香りがいいよね。自然の香り。自然の香りが。森林浴って感じ。ね。
クリスマス仕様にそうだねするためにここを整備中みたいですね。ニコライさんに会えたね。会えた。ニコライさんやったよね。ニコライさんの。すごい。なんか君もやるって言われた。ニコライさん。イケメンだった。めちゃくちゃいい人や。めっちゃいい人だった。めっちゃ雰囲気良さそうな人で。ありがとうございますって言われた。日本語ペラペラで。な。なんか一気に好きになってしまった。君もやる。皆さんも箱根の自然とともにニコライさんの世界観に浸ってみてはいかがでしょうか。庭園を後にし、次はすすきの絶景が見れるスポットに向かいます。周辺には無料の駐車場もありますが、満車だったので1日1000円の有料駐車場に停めました。仙石原すすき公園草原か。シンプルに一直線に行って一直線で帰ってくるだけ。すごいよ。でも青空だったらめっちゃ綺麗だったろうな。そのなんか春はこの野を焼くらしいで。ああ、野焼き？3月中旬下旬に山焼きをして、でその夏はその草原になるらしい。それ綺麗そうだね。だからここ今秋でめっちゃ人気やけど、でも夏も夏ですごい綺麗やからそうだね。おすすめみたいで。おはようございます。2日目の箱根でございます。まずは朝一箱根神社に来ました。空気が気持ちいい。箱根神社来たことある？ないと思う。初めて来た。多分駐車場からならこう降りていくと、よくさ見えひん湖のところに立ってる鳥居、平和の鳥居みたいな。いやそうなんだ。わかんない、知らない。厳島神社は結構もっと遠くに立ってるやん。ああ、そういうこれは近めやけど、このね鳥居はその講和条約締結による日本の独立を記念して1952年に建てられた。平和やったかな。なんかね鳥居の上側のさ、なんか板みたいなのついてるやん。あれ後ろから芦ノ湖の方面からなら見れんねんけど、見えんの？ここに平和って書いてるらしいね。見えんの？あんな遠くから見て見えんのか。分からんけど文字がね。ここが結構写真スポットとして有名で、ここで写真を撮るためにめっちゃみんな並んでるね。こんだけ行列ができてる。で、僕らはいいかなっていうことで本殿に向かいますか。ここから89段登んねんて。結構降りてきたもん。この89段の石段は厄落としの階段ってやってるらしいよ。おお。じゃあ今厄が89個落ちてるんだな。89個ね。一段一段落としてるわけじゃないやん。すごいよ、階段が。階段がすごい。お前ら。またさらに。あれてかこっから89段。ここからかもしれないね。よいしょ。おお。立派な。箱根神社は箱根の一大パワースポットです。感じてる？パワー。ここ結構パワー感じる。あ、ほんまに。一応ね、ご利益はね、もういろいろあるんよ。開運約定とか心願成就とか勝運守護とか。だから感謝しに行こう。感謝しに行こう。そうそう、感謝しに。
お参りしてきます。ここは縁結びや開運金運にご利益があるらしいよ。新宮の拝殿の天井には九頭龍が描かれている。それよ。龍神水車ですね。飲めんのこれ。そう、これ水を含む、口に含むと浮上を清め運気が上がるとされてるので、でなんかご利益のある天然水として持ち帰る人が多いみたいで、お札所で空のペットボトルが売られてるらしいよ。これが樹齢1000年を超えるご神木安山杉です。なんか根の部分が二股に分かれてるんかな。でその姿が妊婦を想像させるっていうことから、子孫繁栄や安産の祈願の場所になってるらしいよ。源頼朝も妻北条政子と共にここに安全祈願をしに来たらしい。ちょっと頼朝にゆかりのある地にすごい行ってるな、最近。鎌倉といいな。箱根神社の敷地内にあるお休み処権現からめ餅にやってきました。参拝後に一休みするのに人気のスポットです。なんかからめ餅っていうのが名物らしいけどさ、いろんな種類があんねんて。こんな感じ。ユミ何味にする？きな粉かごまかのり。全然絞れてないね。半分以上やん。結局絞れなかったので全種類入った5色餅にしました。おろし、海苔、ごま、きな粉、あんこ。見て、つきたてのお餅。うわ、最高。きな粉うまい。きな粉じゃなくて餅について言及してよ。主役の餅あったかくてうまっ。ごまうま。あ、ごま美味しいんや。ごまだけ？ごま砂糖？あ、砂糖ない。そうなん。あ、じゃあ甘い系ない。ごま塩じゃなくてごま砂糖ね。俺気になってんのおろしやねんな。おいしいおいしい。早いし雑。急に。しょっぱいよ。これ交互に食べると美味しいわ。ああ、なるほどね。じゃあ5食めっちゃバランスいいやん。ごまうま。うまいよね。ごまが一番うまい。ごまが一番。芦ノ湖テラス。芦ノ湖の近くにある自然美食が融合するリゾートスポット。アートミュージアムや本格的なピザが食べられるレストランが並びます。アートミュージアムにはショップが併設されています。なかなかハイセンスだなと思えるグッズがたくさんあったので、レストランの待ち時間に見てみると面白いと思います。本日のランチは芦ノ湖テラス内にあるラ・テラッツァというイタリアンレストランでいただきます。全面ガラス張りで目の前の芦ノ湖を一望しながら約30種類のナポリピッツァや地元の野菜を使った本格イタリアンがいただけます。王道のマルゲリータを注文しました。美味しそうだね。うわ、もったいねえわ。バジルこれ。はいはいはい。葉っぱもうまい。生地は生地。生地もうまい。普通にこのさ、ソースがかかってないさ、この外側の部分、耳の部分が美味しくない。ピザ窯で焼くと。やっぱこのピザ窯で焼くピザってちょっとなんか違うよね。なんか生地が圧倒的に違う。ね。
あとここはやっぱ種類が多いのがすごいわ。そうだね、迷ってた。あ、船や船。本当だ。芦ノ湖の絶景を見ながらのイタリアン、最高でした。ランチの後は芦ノ湖で遊覧船に乗ろうと思います。芦ノ湖遊覧船は箱根港、箱根関所跡港、箱根沿港の3港を結ぶ定員700人の遊覧船です。今回私たちは元箱根港から乗りました。1時間に1本ほどのペースで運航しているので、乗る際は運航時間を事前に確認しておくことをお勧めします。ちなみに芦ノ湖では海賊船を模した遊覧船にも乗ることができます。それぞれ航路が異なるので、行きたいところによって乗る船を決めるのがおすすめです。ありがとうございます。うわ、こんな感じで見えたわけね。富士山がもし見えたので。そうこういう買った富士山。ね。本当にかけらくらい見えてもいいと思うんだけど。マウント富士。まあ往復とかがいるからかな。はい、お船。はどこにする？い。とりあえず2階？とりあえず上行こうや。あ、でもなんかめっちゃ綺麗やん。ほら、みんな上行く上行く。あ、いいじゃんいいじゃん。おー、広いぜ。わかるけどちっちゃい。あ、富士山。おお、でも白くないね。箱根園です。箱根園はプリンスホテルが経営する複合リゾート施設で、植物園、水族館、ショッピングモールなどがあります。ロープウェイに乗って上行きましょう。うん、ちょっと晴れてきたじゃん。山頂気温11度11度って普通に寒そう。寒い。行きましょう。山頂付近にあるパワースポットへ向かいます。駒ヶ岳ロープウェイは箱根園から駒ヶ岳山頂まで全長1783メートルを約7分でつなぐロープウェイです。わ、すごいね、結構上まで来たね。わ、綺麗じゃん。なんかこっちはどうなんやろ。こっち見てみる？もしかしたら今だけかもしれないし、晴れてんの。あれでも多分富士山？違うか。おこう芦ノ湖がちゃんと見えるな。ね。富士山は微妙に見えない。じゃあこう行こうぜ。うん、ここまで。どうやらどれぐらい結構距離ありそうやけど。結構ある。あれは箱根神社の元宮かな。箱根元宮。あ、元津宮や。元津宮。うん、元津宮になってる。元津宮。お、結構足元が悪いです。ほら、てか後ろ向いたらさ、もうなんか急に雲が。なんかこのままさ、別の世界に誘われそうな感じしない？
箱根本宮がある駒ヶ岳は古来より神山をご神体とする山岳信仰が行われた場所であり、現在の社殿は箱根神社の本宮として1964年に建てられました。ここには神様はいいひんみたいで、あ、そうなの？拝殿やから。そうなんだ。いないんだ。箱根神社の箱根神社のおみくじ。ちょっと待って、25じゃないよな。よしよし、うんなんか44不吉やな。確かに。おみくじチャレンジ。せーの。バン。末吉。一緒つまんな。すえすえや。末だ。まあもうすぐやったらいいでしょう。はい。はい。3つ目の港、箱根関所港に来ました。すんごいよ外国人。な、ほぼほぼ外国人の人が。箱根関所。昔っぽい建物が。そうだね。面白そうな建物があったので立ち寄ってみます。箱根の伝統工芸品寄木細工、これは秘密箱と呼ばれるもので、パズル式になっていて手順通りに動かさないと開けることができない仕様になっています。これがね、意外と難しいんですよね。寄木細工はお土産としても人気で、いろいろなところで売られています。箱根に来たらぜひ見てみてください。ここ箱根関所跡は徳川幕府が東海道に設けた箱根関所の江戸後期の姿を完全復元したスポットです。江戸時代に全国に置かれていた50カ所余りの関所のうち、当時の姿を日本で唯一完全復元している関所です。江戸時代の文化をさまざまな視点から学び楽しむことができます。箱根関所の拝観料で資料館も見学できるので、さらに詳しく歴史を知りたい方におすすめです。東京箱根駅伝の往路ゴール。うん。でオールスタートの場所。こんなとこなんだね。いつもテレビに映るところだ。な。だからこっからこんな狭かったっけ道？な、こんなんやったっけ？ね、なんか確かにこう曲がってくるイメージはあるけど、ね、こう左からこう曲がってくるイメージ。ちなみに俺はずっと長距離をやってたんけど、陸上の、中高と小学校の頃の決意表明っていうのを卒業式であったんや、こう一人一人名前を言って将来こうなりますみたいなのをな、俺の学校は言うねんけど、その時に俺は箱根駅伝に出場しますって言ったおお、いつ諦めた？指もかからんかったそういうこと。本当にトップ選手の人しか知れない、そうだよね。箱根駅伝。小腹が空いてきたので、茶屋本陣あぜ屋というモダンな建物の2階にあるカフェコモンというカフェに行きます。店内は開放的でおしゃれな空間。目の前には芦ノ湖の絶景が広がります。ランチメニューから本格スイーツまで食欲をそそられるメニューが揃っています。人気ナンバーワンの七福団子を注文しました。プレーン、抹茶、かぼちゃ、紅芋、桜、黒ごま、よもぎの7種類のお団子を特製七輪で焼いていただきます。
たらしみたらしあんこおろし。おろしかおろしか。てか焼けてる匂いすごいですね。揚げてる匂いする。おお、美味しそう。これなんだろその下なんなんだろう。これ食べていいやろ。焼けました。私あんこでカクカクそう。外側がの中はモティ。モティモティ。ごちそうさまです。美味しかった。さあ帰ってきました。帰ってきたよ。すごい。実にどれぐらいや。12時半ぐらいのやつに乗ったよ。12時半ぐらいのやだから4時半やから4時間ぐらいで芦ノ湖一周。最後ちょっと車で別のところに移動してつ。最後としますか。はい。は旅の締めは温泉ということで、箱根湯寮という日帰り温泉施設にやってきました。古民家風の里山温泉をイメージした大規模な温泉施設で、箱根湯本駅から無料送迎バスも出ています。い。めっちゃいい感じめっ。ちゃ良さそうな温泉。ここ日帰り専用の施日設。帰り専用日あ、帰り。そうなんだ。料金は少々お高めです。施設内にはご飯屋さんもあり、ゆったりと過ごすことができます。旅の締めにぴったりな施設です。大浴場はこんな感じで、コンセプトの通り里山の大自然を見ながら温泉を楽しむことができます。敷地が広いのでゆったりと温泉に浸かることができました。サウナもあるので里山の景色を見ながら整うこともできます。最後ここに入って終わりにしますか。じゃあね。じゃあね。それではまた次の旅先でお会いしましょう。この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。